お茶の水女子大学4年人文科学科比較歴史学コースの笹森恵子と言います。先日博士前期課程の入試を合格させていただきました。IB を取っていたのは高校生です。高校時代ですね。もちろん4年前なんですが、仙台育英学園のデュアルランゲージプログラムの1期生です。IB とは何かという質問に対して、私が今絞り出せる答えがあるとすれば、それは自分の未来の可能性を広げることです。私が入ろうと思っていたというか、現在入っているお茶の水女子大学にでも IB 入試というものは存在しませんでした。しかし IB で培った能力を使える入試というものは存在しました。シンクンボルト入試といって、大学のゼミを受けてそれについてレポートを書き、その後で私は文系なのですが、文系の選択の場合、図書館に6時間、閉じ込められ、そこで出された広い論題に対し、図書館のリソースを用いてレポートを書くという形式の入試です。そしてその次の日にはそのレポートに基づきグループディスカッションを行い、面接を通すというIB 生が培ってきた能力をフルに使える入試でした。ですので私はこれしかないと思ってかけたのですが、後になってから調べてみれば、お茶の水女子大学のような国立の大学がこういった入試を採用しているということは、他の大学もこういった IB で培われる能力を求めた形の入試を行っているということも知りました。ので、私以降のIB を用いて日本の大学を受験する高校生たちはもっと選択の幅が広がるのではないかと思っています。IB をもし視野に入れて迷っているというのであれば、私は間違いなく進めます。というのも、途中で脱退したとしても IB で培った経験というのは無駄になりません。IB 以外でも、IB に関わらず、その教育というのは私の信じるところですけれども、芽吹くか芽吹かないかというふうなところを考えるのではなく、信じてそこに種をまき続けることだと思っています。まず TOK というのは、我々がどのように物事を理解しているか、どのように物事を知っているかというふうな話になるというふうなことを学ぶものだと私は解釈しておりまして、いろんな分野によって一つのものの見方が違うというふうなことはまず実感します。ですので、それを知っているがゆえに、どの分野で自分とは違う分野の人を尊重するというか、自分と違う分野の人たちはただそれだけで自分とは違う知見を与えてくれるというふうな形で尊敬できるし、彼らから貪欲に話を聞こうと、貪欲に彼らの知見を得ようというふうな、発想になれます。そうやって多角的な物の見方、考え方というのが生活に染みつくことになるんですね。その TOK の考え方を理解することによって。それはもちろん研究者として学ぶだけじゃなくって、普通に人としてここで生活していく上でも大切な資質だと思います。それを培わせてくれた TOK という科目は IB のコアとしてはとても大事なものなんじゃないかと今は思っています。IB を始めたお子さんが心配になって塾に通わせたりだとかしたくなる気持ちはとてもよくわかるんですけれども、塾で課題が増えてIB の方がさらに大変になって潰れてしまうというふうなことも可能性も大いにあるとは思うので、支援を考えているのであれば、その課題の方を手伝ってくれる家庭教師というのが、推奨ですね。それで、始められる保護者さんではなく生徒さんの方にこれからIB を始められるっていうふうに思っている方なのであれば、今特に、キャスト TOK は本当に大変だけれども、後になってから TOK の価値は身に染みて感じることになるから、とにかく今理解できなくても今理解できるのが一番いいんだけれども、今理解できなくても後になってその学びは大学じゃなくてもちろん働いた後でも価値があるものになるよと言っておきます。